おかわり。なんでこいつ辞めないわけ？今は私の世話させてるさかい、やめさせるんは無理どす。にしても、せっかくの日曜の朝や言うのに変わらへんのすな、この雰囲気。なあ、源一郎。それはそうと、準備の方はどうだ？ぼちぼちどすな。一通り教えることは教えといたさかい、あとはそれぞれが精進したらええことやわ。そうか。では食後に私に茶を立ててくれんか？いややわ、源一郎ったら逆やわ。師匠に弟子が茶を立てるもんとちゃいますやろか。源一郎がどれだけ精進したんか見せてもろた方が私としては嬉しいどすな。なるほど、そうであったな。では私が茶を立てるとしよう。静かに食べんか。みっともない。いいじゃん別に。トキ、本日は銀座に行くのではなかったか？あ、そうどしたな。源一郎のお茶もろてから行くわ。勇が付き合ってくれはるんやろ。別に構わぬな。あ、大ちゃん、コーヒーお願い。かしこまりました。そうだ。今月末皆を集めて話したいことがある。詳細は追って知らせる。当主、一体何のお話で？楽しみにしておけ。さてトキ、そろそろ行こうか。アンさん、なんて言うた？名前。はるか。後で茶室に来いや。話だと？今月末何かあったか？どうせまた新しい会社を建てる話であろう。貴様には関係なきことである。どうしてそう言い切れるのだ？引退の話かもしれんだろう。仮にもしそうであっても貴様には関係ない。大佐、言葉を慎め。私は長男だ。大佐は次男。言っている意味は理解できよ。ではどうしてこんなに息子がいるのだ？貴様が継ぐのであれば息子は一人だけでいいはずだが。確かにそうだね。俺はもともと興味ないからどうでもいいけどさ。おい、僕のは？違う。コーヒー。あれれ、まさしってコーヒー飲めたっけ？これから飲むんだよ。何さ、その顔。別に。さっきの話だけど俺たちも関係ないよね。だってまだ学生だし。関係あるでしょ。金があれば学校なんか辞めちゃうよ。自分も生活するのに困らないだけあれば問題ないのですが。だよね。ま、
イサミ兄さんとタダシ兄さんの2人が頑張ったらいいんじゃない？このままでいい。それ下げて。今月末になればはっきりすることだ。失礼する。おい、そこの使用人。お前か。トキの世話をしているそうだな。根は貴様を付き人にいたそう。ちとみ、問題あるまいな。はい、問題ございません。荷物持ちですよ。自動車の手配をしておけ。その格好で来るでないぞ。着物で来い。よいな。苦い。何これ。やっぱり無理してたんじゃん。違うってば。まさし様、無理をされるからです。少し牛乳を入れた方が飲みやすくなりますよ。キトミがそう言うなら試してみてもいいけどさ。きちんと務めを果たしなさい。いいですね。大丈夫よ。失敗したとしてもすぐにその場で解雇だから。ああ、解雇の前に殺されちゃうかもね。自動車はもう表に来ていますよ。きっと泣いて戻ってくるわね。春、自動車は用意してあるんどすか？トキ、それで先ほどの話の続きだが。ああ、源一郎の話どすか？それは道中車内で話しますよって。ほな、行きまひょか。あんさんは使用人や。使用人いうのは耳も口も持ったら飽きませんのんや。意味わかるな？せやったらええわ。源一郎はまだ誰に継がせるのか決めてへんよどすな。そうなのか。私と結婚したんも本庄院の後ろ盾が欲しいからや。本庄院と縁組した言うたら京都じゃ怖いもんなしやさかいね。それにあん人は私に惚れたんちゃう。私の腕に惚れはったんよ。せやから毎年茶会を開きはる。そこで本庄院と宮の森は強い絆でつながってますんや言うてみんなに知らしめるための道具なんよ、私は。
そこまで分かっていながらどうしてやつやすと利用されるのだ。おもろいからに決まってますやろ。源一郎に利用されてるって分かってて利用されたんよ。勇を生んだことかてあん人の真意は未だによう分からしませんのや。それが上下やっただけやさかい。お父はんもあん人のこと気に入ってはったからすんなり結婚が決まっただけや。長男に財産継がせるんやったらあんさんたちを産むこともなかったどすやろ。ま選びたいだけなんちゃうの。それはそうと、父上と離婚した後再婚をしないのはなぜだ。勇がいるからに決まってますやろ。さっさとあんな家捨てはったらええのに勇が頑張ってはんのんや。私が手伝ったらなあかんのすやろ。よく言う。トキが息子思いとは知らなかったな。そういうことにしといておくれやす。お話中失礼いたします。勇様、どのあたりにいたしましょうか。ああ、そこで止めろ。かしこまりました。さーて着いた。買い物しまひょか。春気張って荷物持ちや。銀座に来るのは初めてではないのか。ただしそんなことより勇いい加減洋服着はったらどないやの。街の人見てみ、洋服ばっかどすや。洋服は好かん。またそれかいな。あんさんやったら洋服似合うと思うんやけどな。余計なことを言う使用人は付き人にも値せぬぞ。せいぜい俺の気分を害さぬよう心がけよ。そうせべたらんでもええやないの。使用人いじめって何が楽しいんどすの。時も時だ。本庄院の看板を背負っておきながらそのような格好でうろつくとは。だって着物嫌いやからね。あんさんと一緒。やれやれ。俺のことより時どこに行くのだ。せやね。ほな百貨店覗いてくるさかい。あんさんたちは銀ぶらしたらどないや。春しばらくしたら荷物取り来てや。持ちきれんほど買うさかい。一人で行くのか。一人の方が買い物しやすいんどす。知ってあるやろ。ほなね。それがどうした。
い娘の好みはよくわからんな。使用人の質問は受けぬ。この俺が銀座で立ち往生では格好がつかんな。そこに入る。誰が一緒にと言った？あらまあ、可愛らしいお二人だこと。今時着物で銀ブラ？珍しいわね。そりゃ着物の人だってまだいるだろう。さあ早く劇場に行こうぜ。そうね。貴様も来い。許す。貴様は先ほどから何を言っているのだ。さっさと直せ。静かに食さぬか。貴様のような者がいるからいつまでも帝国は強くなれんのだぞ。いらん。おい、ついてるぞ。はしたない娘だ。さすが田舎から出てきただけのことはある。もうよい。出る。それ全部部屋に運んどきや。イサミの服も買うておいたさかい楽しみにしておいておくれやす。洋服なら金ぞ。そら分かってますよって。